婚ケイクです。今回の占いのテーマは、同性の人が恋愛対象のあなたへ、今後の出会いはです。同性の人が恋愛対象というのは、レズビアンやゲイの方だけではなく、バイセクシャルで現在同性が恋愛対象と思われる方、トランスジェンダー女性ならば女性、トランスジェンダー男性ならば男性、ノンバイナリーの方やその他様々な性のあり方で現在同性が恋愛対象と感じておられる方はぜひこちらをご覧ください。それでは3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカード A、B、C の中からお選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は概要欄にチャプターをご用意しておりますのでそちらからご確認ください。選び終わりましたでしょうか？今回はフォース集というスプレッドとオラクルカード1枚で占います。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の今後出会いがあるかどうかですね。結論から言うとですね、とても素敵な出会いがありますね。はい、よかったです。それでは1枚ずつお話しさせていただきますね。では、過去ですね。ソードの6の逆位置です。過去はですね、八方塞がり、心もとない状況っていうことでですね、いろいろお辛い現実というか、そういうところがあったのかもしれないですね。恋愛において、なかなかうまくいかないなっていうことも多かった。そういう風に出ておりますね。はい。次が現在ですね。ソードのナイトの正位置です。はい。こちらのカードは決断して進むことができるっていう風になっておりますので、そうですね。もしかしたら現在でもし恋愛にまだ発展するかはわからないけれどもいいなって思う人がいらっしゃればですね、その方に対して少しずつアプローチをしていくことも必要なのかもしれませんね。勇猛果敢に走るようなナイトになりますので、ご自分の心のままに突進していく。もうときめいたらそのままの気持ちで進んでいってもいいような感じです。はい。それによってお相手の方とうまく出会うことができると言いますか、その方とうまく関係を築いていけるっていう風になるかもしれないですね。はい。どちらにしても、まずは、現在においては、始まりの時という感じかもしれません。はい。では次が未来ですね。ペンタクルのキングの正位置ですね。はい。こちらがですね、未来につながる。はい。未来において、またその次の未来につながるっていう風になっておりますね。はい。そして、結果を出せそうな状況になります。はい。ということはですね、結果っていうのは、こちらはやはり正位置なので、良い方向の結果ですね。はい。なので、もし現在にいいなって思った人が出会って、その方とどんどんと話を進めていってですね、未来ではちゃんとお付き合いしましょうだとかですね、それなりに何か発展がある、進展があるっていう感じですね。そしてあなた自身がですね、そのお相手の方の力になることもできます。はい。支えにもなれるので、そうですね。好きな方の力になれるっていうのはすごくいいことだと思いますね。はい。そういう感じでですね、着々と出会って関係性を築けるっていうところがございますね。はい。では次が周囲になりますね。はい。こちらが正義の逆位置ですね。そうですね。周囲にですね、今はやましさがあるような感じ。
相性の良くない相手がいらっしゃるのかなと思いますね。相性が良くないってことは、あなたが素敵だなって思えないってことなので、もうその方とはですね、しっかり、お付き合いできませんというふうにですね、きっぱりお断りするっていう必要もあるかなと思いますね。あなたがときめくのと同じようにですね、あなたにときめいているけど、あなたは惹かれないなっていう方がいらっしゃるのかもしれないですね。その方がぐいぐい来たとしても、結局ですね、あなた自身がときめいている人、そちらの方に進んでいった方が良さそうな感じですので、できればですね、その方との関係性っていうのは特に進めなくてもいいような気はしますね。あくまで良いお友達でいましょうという感じでいた方がいいと思います。はい。では次がですね、障害。はい。ペンタクルの5の正位置。そうですね。あなたの場合はですね、頼れる人がいないっていうところが障害になっていますね。恋愛だとかそういうことをですね、相談しにくいっていうのがあるんですかね。なかなかですね、同性の方に恋をしているっていうのが言えないっていう人もまだまだいらっしゃると思うんですよね。そういうところで、やはり相談ができない、どうしたらいいだろうっていうのもあるかもしれませんね。頼れる人がいないっていうことで、なかなかですね、困ったなっていうところもあるかと思うんですけれども、無理にですね、そこで自分は今同性の人が好きなんだけどって言って、信頼がおける人がいるかどうかっていうのもなかなか難しいと思いますので、そこをですね、無理に探す必要はないのかなとは思うんですけれども、ただやっぱり何かしらここに出てくるっていうことは、あなた自身がきっと頼りたい、相談したいっていうところがあるんだろうなとは思いますね。もしですね、ご自分の身が分かってるところで言いにくいのであれば、匿名の場所とかでですね、相談してみるとか、そういうのも一つの手かなとは思うんですよね。今ですね、結構、同性愛者の方のコミュニティっていうのもですね、どんどんできてきてますので、そういうところに行ってみて相談する、または、ネットの集まりとかもありますので、そういう時だけでもいいので、少し話してみるとかもいいかもしれないですね。そうですよね。難しい問題ではあるんですけれども、相談しやすいところに自分から行ってみるっていうのは必要かもしれません。はい。では、最終結果ですね。カップのナイトの正位置ですね。はい。そうですね。未来につながりますよっていう風に、未来につながりますよっていう風にお話しさせていただいたんですけれども、ここでですね、最終結果において、いよいよご自分の理想を達成するロマンスがしっかりと始まる。はい。そして、あなたの待ち人。要するに、あなた自身が望んだ相手ですね。そういう方がいらっしゃるっていうことなので、はい。うまくいけばですね、このロマンスっていうことなので、恋愛関係、恋人関係になるっていうこともできると思いますね。はい。お二人が素敵なパートナーとして結ばれる。そういう未来が待っているのではないかなっていう感じですね。はい。それはすごく素敵なことだと思いますね。いろいろとあったと思うんですよね。過去には辛いこととかですね。だけれども、今後はですね、あなたに明るい未来ですね。明るい恋愛ですね。はい。そういうところが待ってますよっていうことで、楽しみにしていてほしいなと思いますね。はい。そうですね。あとは、現在で、もし動けるのであれば動いてほしいなっていうところはありますけれども、はい。そういうのは必要ですね。はい。それではですね、助言の方になります。ペンタクルの7の正位置ですね。はい。こちらですね、助言としましては、すぐに諦めないで大丈夫ですよっていう風に出ておりますね。
現在でもしご自分から進んでいった時にですね、向こうからですね、すぐあなたに対して好意的な反応が見れるかっていうのがですね、何とも言えないんですよね。結局未来の方にどちらかというと重きがあるという感じなのでですね、はい、そういうことでですね、あなたがこれは良くなかったかなっていうふうに諦めてしまうと、そこから関係性が発展しないっていうところがあるので、もちろんですね、相手が嫌がることをしなさいっていうわけではないんですよ。はい、それはもちろん当たり前のことなんですけれども、相手に対して無理強いするような感じでアタックするのではなくって、様子を見ながら相手のことをよく考えて話を進めていくっていう感じですね。はい、行動していくっていう形になりますね。ぐいぐいと行き過ぎてしまうとですね、引くっていう方もいらっしゃるかもしれないので、そのあたりはもう相手の様子を見ながら進めていくっていうのが一番。はい。ただ、諦めずにですね、あなたのことが好きなんですよっていう気持ちはですね、伝えていくことが大事だと思いますね。はい。そういう風に動いてみてください。ではですね、オラクルカードです。はい。人生はいつもあなたをうつむかせることがあります。だけど自分自身を信じてください。あなたはその状況を壊すためのあまりある強さを持っています。はい。ちょっと意訳的な部分もあるんですけれども、そうですね。過去にもあったように、あなた自身がいろいろとお辛い経験をしたことって何度もあると思うんですよね。恋愛ってやっぱり必ずしもうまくいくとは限りませんので、はい。ただですね、あなたはですね、とても強い心を持っていらっしゃる。なので、あなたがうつむく日っていうのはちゃんと壊せるっていうことですね。はい。今後は上を向いて歩くこともできますよ。あなた自身を信じてしっかりと歩んでみてくださいという風になっておりますね。はい。はい、そうですね。全体的なものを見ましてもですね、順番に着々と関係性を築いていける。そしてちゃんとですね、あなたの元に好きな人っていうのがですね、やってきてくれるっていう風になっておりますので、今後ですね、とても良い出会いがあるっていうことは間違いないですね。あとはあなたがどう動くかだと思いますね。なかなかですね、勇気が出ないとかもあるかもしれないんですけれども、やはりあなたが一歩進むことが大事かなと、カードの全体的なものを見ても思いました。はい。よろしければですね、こちらの方を参考にしていただいて、どうぞ動いてみてください。はい。それでは A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の今後の出会いあるかどうかですけれども、はい、ありますね。穏やかな関係性を築くことができる相手と出会うことができそうです。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。まず過去ですね。はい、こちらが教皇の聖地になりますね。過去にはですね、尊敬できる人、そして精神的な支えになる恋っていうのをしてらっしゃったんでしょうかね。良い恋愛を過去にもされていたっていうことなんでしょうね。はい。ですね、尊敬できる人っていうのはですね、とても素敵なことだと思いますね。そういう方と恋愛ができていた。はい。そういう感じの思い出があるのかもしれませんね。はい。では次が現在。こちらがワンドの7の聖地ですね。はい。そうですね。今はですね、どちらかというと勢いに乗っている時っていう感じなので、もしもですね、この人いいなと思っている人がいらっしゃったらですね、ちょっとですね、熱烈な感じ、猛烈なアプローチを送っていただくのがいいかもしれません。はい。それはですね、ちょっと失恋を恐れない心も大事っていうことなので、そうですね。ちょっと、傷つきやすい方にはあんまりおすすめしないんですけれども、はい。それぐらいの思いを持ってアプローチすると良い方向に行きますよっていう感じですね。それぐらいの熱意を持っ
って出会える人がいらっしゃるっていうことなのかもしれないですね。はい。では次が未来ですね。はい。ソードの2の正位置です。穏やかな心で相手と接することができますね。はい。そうですね。お相手の好きな方ができた場合ですね。その方と穏やかな心、はい、穏やかな時間を一緒に過ごすことができます。そしてお互いに集中できる恋愛っていうことなので、あなた自身もお相手の方もですね、それぞれが相手のことを思いやれる、はい、お互いに集中できるっていう風に恋愛ができるということですね。はい。そこはですね、とてもバランスのいい感じが見て取れますね。うんうん。そうですね。カードのあるように、こちら、目が隠されてる状況。これはですね、盲目的っていうことにはならないかなと思いますね。しっかりとですね、剣が2つ、バランスよく持っていらっしゃるのでですね、そのあたりでご自分でバランスを取りながら、うまくやっていけますよっていうことになりますね。はい。では、次が、周囲ですね。ソードのページの逆位置になりますね。はい。あなたの周りにもしかしたらですね、秘密をばらそうとする人がいらっしゃるかもしれません。もしも、あなた自身が恋愛に対してですね、ここは秘密にしておきたいなとか、そういうことがありましたらですね、相談する相手っていうのはしっかり選んだ方が良さそうですね。もしくはしばらくは人には話さないでおいて、しっかりと結果が出てから話すっていうことも大事かもしれません。そうですね。なかなかですね、口が軽い方っていう方もいらっしゃるのでですね、そのあたりは気をつけていただいた方が良さそうです。はい。では次が、障害ですね。ペンタクルのページの正位置です。はい。こちらで障害となることが時間ですね。ですね、これはですね、どういうことかっていうと、急ぎすぎるあまりに結果をですね、焦ってしまうっていう風にならないかっていうことですね。はい。そうなんですよね。あなたにとってはですね、どちらかというと、時間をかけて会う回数を積み重ねることで、お相手との関係が良好なものになっていく。はい。そうですね。あまり慌てすぎると、お互いに良いところだとかですね、そういった魅力だとかを知ることができずに終わってしまうっていうのがあるみたいなので、そのあたりをですね、気をつけていった方が良さそうですね。はい。これは現在と矛盾するんじゃないかっていうところがあるかもしれないんですけれども、例えばですね、猛烈なアプローチっていう部分なんですけれども、こちらはですね、もちろんあなたのことが好きですよっていうのをしっかり伝えるっていうことは、まず大事だと思うんですよね。そこからあなたのことが好きなので、まずはデートを重ねていきませんかっていう風にですね、続けていく。はい。そうすることで、あなた自身が、会う回数を重ねていけますよね。そうすると、向こうもですね、いきなりアプローチしてもらって、もちろんそれでいいなって思われるかもしれないし、まだ考えさせてほしいなっていうところがあるかもしれないんですけれども、お相手の方の考える時間っていうのも作ってあげる必要があるんだと思いますね。はい。結局それが未来の穏やかな心を持てるっていうことだと思うんですけれども、はい。そういったところでですね、告白自体は早めにするにしても、結局お付き合いといいますか、デートを重ねていくっていうことは、ゆっくりとしていった方が良さそうですよっていうことだと思いますね。はい。では最終結果です。こちらがですね、ソードのクイーンの正位置ですね。はい。はっきり意思を表明する期間になりそうですね。そして会話によって仲が深まるという形になっておりますね。はい。そうですね。はっきり意思を表明するっていうことなので、ここでですね、結局その未来でお互いに集中して、いろいろと恋愛できてたと思うんですけれども、ここから次にどうするか、しっかりと
お二人でパートナーとして一緒に過ごしていくかどうか、そのあたりが分かってくるのかなと思いますね。はい。それはもちろんあなた自身が意思を表明するもありますし、向こう側、お相手の方が意思を表明するっていうことにもつながってくると思いますね。はい。そしてですね、お二人の場合はやはり会話ですね。会う回数だったりそういうのもあると思うんですけれども、互いにですね、何かいろいろと話していく、その積み重ねが仲を深めていくっていう風になっておりますので、はい、未来から最終結果においてもですね、ご自身だけでなくてお相手の方との話をしていくことで、お互いに進展につながっていくっていう感じになりますね。はい。では、次が助言ですね。はい。戦車の逆位置になりますね。はい。ご自分の気持ちの制御が大事ですね。恋心を暴走させすぎないようにということです。はい。そうですね。恋心を暴走させすぎないようにっていうのはですね、現在のそのアプローチの後は、控えめと言いますか、穏やかな気持ちを持って接していくっていうことが大事なんだと思いますね。あまりにも好きっていう感じで言ってしまうと、あまり向こうのお相手の方からですね、惹かれてしまうっていう可能性があるってことだと思いますね。はい。そうですね。バランスがなかなか難しいんですけれども、デートを重ねていく上で、その中で、もちろん、こうしたい、ああしたいとかいろいろとあると思うんですよね。お相手の方とですね。経験を積み重ねていきたいとか、はい。そういうのがあると思うんですけれども、まずお相手の方の気持ちを尊重してあげてほしいなと思いますね。はい。ご自分だけの欲望だとか、気持ちだとかを、先に持っていきすぎて、お相手の話が一つも聞けてないっていう状態になってしまうと良くないですよね。はい。最終結果にあるような会話によって仲が深まるお二人なので、まずはあなたの気持ちももちろんお話しするのもいいんですけど、相手の方の気持ちだったりどうしたいかっていうこともちゃんと聞いてあげてほしいなと思いますね。はい。そういうことだと思いますね、結局。コミュニケーションが大事っていうことだと思います。一方的になりすぎない。それが一番いいんだと思いますね。はい。ではですね、最後オラクルカードを見てまいりましょうね。はい。こちらですね。あなた自身にそんなに厳しくする必要はありません。あなたはできる限り自分の管理に最善を尽くしていますと出ておりますね。はい。そうですね。あなたが、無理をする必要はないっていうことですね。それは言った通り、もしも失恋が、恐れない心を持てって言ったってですね、そんな自分自身にですね、傷つくようなことばかりしていると、やはりどんどんとメンタルは、壊れていくと言いますか、はい。落ち込んでいく一方になってしまうので、もしも自分が大丈夫だと思ったことをやっていくっていうことが必要なんだと思いますね。はい。です。はい。厳しくする必要はないと。そして、今、あなたはですね、ちゃんと自分の管理、はい。自分自身の管理に最善を尽くしておりますので、もちろんですね、その今のままのあなた自身で進んでいっていいですし、そして、その中でですね、もしもお相手の方の気持ちですね、ちゃんと聞けるっていう時にですね、ちゃんと聞いてあげる。そういうことも必要ですよっていうことだと思います。はい。そうですね。はい。全体的なものを見ておりますと、ちょっとですね、現在のところでスピード感があると言いますか、そういう部分はあるんですけれども、後ほどの部分を見ると、どんどんとゆっくりとした関係性を築いていくっていう形になっていきますので、そうですね、お二人の関係っていうのは、やはり時間がとても
必要になってくる。それが鍵になってくると思いますね。それによってお二人の関係性が深まるのであれば、それはすごく良いことだと思いますので、もしよろしければですね、こちらの方参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方に今後出会いがあるかどうかなんですけれども、あるんですけれども、そうですね、あなた自身が誘惑に負けないようにっていうところがございますね。そのあたり1枚ずつお話しさせていただきます。それではですね、1枚目過去。ソードのページの逆位置ですね。昔はですね、疑いを捨てきれない相手との恋愛っていうのが、経験があったんでしょうかね。これっていうのは、もしかしたらお相手の方が結構遊び人な方だったんでしょうかね。それで浮気症だとかそういうところだったりですね。他にもいろいろトラブルとかあるかもしれないんですけれども、とにかく完全に信頼はできないっていうお相手とお付き合いをされていたっていうことなのかなっていうのが、こちらのカードからは見て取れますね。では次が現在ですね。カップの9の聖地です。もうすぐ願いが叶います。理想的な関係を築いていけますという風になりました。そうですね。願いというのはもちろん今回に関しては恋愛っていうことになりますので、あなたがこういう人と出会いたいなっていう風に思ってらっしゃる方、そういう方と出会えるっていうことだと思いますね。そしてその方ともですね、理想的な関係をちゃんと築けるっていうことになりますので、そうですね。現在はもしかしたらまだまだちょっと時間がかかる状況ではあるかもしれないですけれども、出会いの場所、出会いの時間っていうところなのかもしれません。今は始まるところ、そこからもうすぐ願いが叶っていくっていう風に考えていただくと良いと思いますね。では次が未来ですね。ワンドのページの正位置ですね。良い知らせが訪れます。そうですね。ここに来てついに願いが叶いました。良いお知らせが届いております。あなた自身に好きな方とのですね、新たな恋の進展が見られるっていうことだと思いますね。心から恋愛を楽しむっていう風になっておりますので、あなた自身が楽しめるぐらいですから、とても良い関係を築けるっていうことですね。理想的な関係から続くっていうことなので、それにおいてもですね、そこからまたますますの良い関係ですね。あなたとそのお相手の方っていうのはですね、ちゃんと楽しく恋愛ができるという明るいニュースのような感じで出てまいりましたね。それは良いことだと思います。おめでとうございます。では次が周囲ですね。吊るされ人の逆位置ですね。こちらですね、大アルカナっていうことなので、どちらかというと周囲っていう抽象的な感じではなくって、お相手の方の思いを表すのかなっていう感じがしたんですね。で、この方っていうのがですね、どちらかというとマイナス思考になりやすいっていう感じがしてですね、その中で自分だけが片思いしてるんじゃないかっていう不安を抱えていらっしゃる可能性が出てくるみたいなんですよね。なのでですね、もしよろしければ、この人とだったら良い関係を築けるなっていう人に出会いましたらですね、その方をいつまでも待たせてしまうとですね、その方が一人で落ち込んでしまってですね、悲しい気持ちになっているっていうことがあるかもしれないので、できればですね、あなた自身の気持ちも早めに伝えてあげることがいいかもしれませんね。そうすることによって、自分だけの片思いじゃなかったんだなってお相手の方も安心されると思うので、よろしければですね、そのようにされてください。では次が障害ですね。悪魔の聖位置になります。悪魔といえば誘惑ですね。まさにですね、誘惑に負けないようにしてほしいなと思いますね。あなた自身が
すごくいいなって思う人、また別にですね、魅力的な人が現れる可能性が出てくるんですよね。そうすると目移りしてしまうっていうことがあると思うんですけれども、そこで、この人もいい、この人もいいっていう感じになってしまうと、それはもう誘惑に負けてしまってるっていう状況なので、もうしっかりこの人だって決めたらですね、その人にだけちゃんと一直線に進んでいく。はい。その人としっかり関係性を築いていく。できればよそ見はしないように進んでいってほしいなと思いますね。やっぱり周りにいろいろと魅力的な人がいるっていう状況だとですね、どうしようってなっちゃいますよね。だけど、やはりここが、悪魔の聖地、悪魔のささやきに負けないようにっていう感じで思っていただくといいと思いますね。はい。では、最終結果ですね。こちらがバンドのキングの逆位置ですね。はい。そうですね。最終結果としてはやっぱり何が何でも成し遂げようとするという、はい。ある意味ですね、熱い気持ちですよね。バンドっていうのが情熱を表す言葉なので、ですね。それによってお相手との関係をですね、もっともっと強い絆っていうんですかね。そういったものにしようとする。はい。そういう思いがあるんですけれども、そこでちょっと気をつけてほしいなって思うのがですね、これが逆位置になっておりますので、思った以上にですね、自分が熱くなりすぎないように気をつけた方が良さそうですね。その強引さが時にですね、支配的な感じになってしまうという可能性もあるんですよね。キングなので、そこがですね、支配的になりすぎないように自分のコントロールは必要だと思いますね。はい。何が何でも成し遂げようとするっていうその気持ち自体はですね、恋愛において大事だとは思うんですよね。お二人の関係性を築いていくために、ちょっとしたですね、自分の意思をしっかり貫く強い意志っていうのは必要だと思うんですけれども、そこをですね、バランスを崩しすぎてしまって自分の熱さばかりを燃やすような感じになってしまうと、そうですね、大火事になってしまうっていう感じですよね。ご自分とお相手の方もやけどしてしまうぐらいの恋愛になってしまったら、それはちょっと大変なことになってしまうので、はい。熱くなりすぎないように、あくまで冷静さを持ってですね、はい。過ごしていただきたいっていうのが、最終結果としてはそうなりますね。はい。では、助言ですね。こちらが、ペンタクルの8の逆位置ですね。大アルカナで出てきたぐらいなので、助言にも出てますね。よそ見せずに一人にした方がいいですよっていう風に出てます。はい。誘惑がいろいろあるかもしれないですけれども、はい。あなたの一番素敵だな、好きだなって思った人、その人だけにしてくださいね。はい。そして時間配分を工夫しましょうという風に出ましたね。お相手の方との関係性を築いていく上でですね、時間配分は工夫した方が良いみたいですね。最終結果のところでですね、ちょっと熱しやすくなっていますよっていう風にお話はしましたので、冷却期間として少しだけ離れる時間を必要とするっていう可能性もありますね。はい。そういったところで、お相手といつも会っているっていう風になってしまうと、それが熱しやすくなってしまうという可能性もあるので、ちょっと離れる時間を作るとかですね、そういう風に自分なりに関係性をどうやったらうまくやっていけるのかっていう風にですね、考えてもらって、時間配分、お相手と過ごす時間ですね、はい、そういうのをちゃんと考えて大事にするっていう風にしてほしいですね。はい。工夫は必要っていうことだと思いますね。はい。それでは、オラクルカードですね。はい。こちらが、私は進行中の作業であり、それは大丈夫です。はい。ちょっとわかりにくいかもしれないんですけれども、はい。今回は恋愛ですよね。私は進行中の恋愛のです。自ら自分の、恋愛の擬人化みたいになっておりますね。はい。はい。それは大丈夫ですとなっております。ですね。はい。今現在あなたの中で進んでいっている恋愛ですね。はい。それは
大丈夫ですよっていう風にオラクルカードさんの方も強く後押ししてくださってますね。はい。まあ現在でもですね、もうすぐ願いが叶いますよって言っておりますからね、同じような感じ。はい。そういう意味合いだと思います。はい。そうですね。いった感じですね。まあ、あなた自身が気をつけるべきところっていうのがやはり誘惑に負けないことですよね。そこをですね、気をつけていただく。あとは、まあ、熱くなりすぎないように冷静になれる時間を作る。はい。そういうことも必要だとですね。はい。それ以外はですね、とてもあなたとそのお相手の方っていうのはですね、楽しい恋愛ができるっていう風になっておりますので、まあ、心から存分に楽しんで過ごしていってほしいなと思います。はい。よろしければですね、こちらの方を参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。